もし自分の信じる者のためにあなたを殺そうとする人がいたら、2001年6月20日、アメリカ有数の大都市テキサス州ヒューストン。弁護士は目の前の女性の様子に困惑の表情を浮かべていました。私はいつ死刑囚になれるの？自分の頭皮をかきむしり、前後に体を揺らしながらそう問いかけた女性の名はエレノア。彼女は自身の5人の子供たちを殺害し、この日逮捕されたんです。この人が精神異常でないというのなら、精神異常の人間は誰一人いないことになる。エレノアのあまりの異様な振る舞いに弁護士は恐怖すら覚えていました。そしてまるで死刑にされることを望んでいるかのような口ぶりのエレノア。彼女は罪の意識に苛まれながらも、何か致し方ない理由から子供たちを殺害したというのでしょうか。その理由はこの次のエレノアの言葉で明らかになるんです。子供たちのためにああするしかなかったんです。そうすればきっとキリストが救ってくれるから。5人の我が子を自身の手で殺めてしまった女性。子供たちをこよなく愛していた彼女。なぜそのような凶行に及んだのか。本来心の支えとなるはずの信仰によって彼女の心は狂ってしまったんです。おそす。もし引っ越し先の光回線が雑魚かったらどうしようとか悩んじゃってるケンちゃんです。知らんがな。やみやみかです。回線の速度大事なんですよ。大事よ。でも、ね家庭用ってさ、そんな早いもんなの？どんぐらいを求めてるわけ？今家庭用で可能なやつで一番早いのが 10Gbps なんですよ。それはほぼほぼね難しくてですね。いや、それは何？マンションが対応してないとかってこと？まあそういう制約があるんで、こんな話はいいんですよ。遅かったら嫌だなっていう話なんですけど、何も見れなかったら嫌じゃない？ネットフリックスと YouTube それ以外なんか見んの？いや、それ見るだろうな。それ言わないけど。本日ご紹介するのはアメリカ・テキサス州で起こった5人の子供の殺害事件なんですけど、その犯人はなんと母親だったんですよ。いやいやいや、自分のお腹を痛めて産んだ子かどうかはちょっとまだわかんないんだけど、少なくとも手塩にかけて育てた子供をね、5人も殺しても精神的にめちゃくちゃおかしくなったとしか思えないわよ、これ。お察しの通りね、女性の精神状態っていうのはまともではなかったんです。そして彼女がその異常な行動に陥ってしまったきっかけは宗教がきっかけと言われているんです。眠りについた子供たち。2001年6月20日、舞台はアメリカ・テキサス州の都市ヒューストン。この日、警察署にかかってきたのは一本の不審な電話。すぐに家に来てください。お願いします。私、体調が悪いんです。病院ではなく、なぜか警察へ体調不良を訴えてきたその女性。女性はひどく混乱しているようで、問いかけてもまともな返事は返ってきません。とにかく警察に来てもらわないといけないんです。すぐに来て。やむを得ず女性の自宅へ向かった警察。すると、疲れ果てた様子の女性が彼らを家の中へ迎え入れます。黒髪を長く伸ばしたその女性の名はエレノア。そして彼女の家の寝室ではまだ小さな5人の子供たちが仲良く並んで眠っていました。こんな穏やかな朝にエレノアはなぜ警察におかしな電話をかけてきたのでしょうか。その理由はこの後すぐに明らかになるんです。これはなんてことだ。悲しそうに顔をしかめた警察官。そう、ベッドの上の子供たちはすでに全員息をしていなかったんです。怖くない？殺した後に子供たちベッドに並べてたの？祭壇に並べてるみたいな、なんか捧げてるみたいな感じがしない？命を無限に扱ったような感じはするのに、殺した後にこんなに丁寧に扱っていたっていうのはですね、彼女の中ではただ殺すじゃなくて、殺すことによって子供たちを救ってあげたっていうね、そういう宗教的な考えがあったからなんですよ。私が殺しました。これでやっとこの子たちはキリストに救われる。無表情に淡々とそう言い放ったエレノア。そう、彼女は自分から逮捕されるため警察に連絡してきたんです。体調が悪いなどとおかしなことを言っていたのはエレノア自身、子供たちを殺めた事実を口にするのが恐ろしかったからなのかもしれません。そして同時に仕事に出かけたばかりの夫のことも電話で呼び戻していたエレノア。こうして彼女は自分の子を殺めた罪で夫の目の前で逮捕されることに。エレノアが話していたように、彼女が子供たちを殺害したことには深い信仰心が関係していました。一体彼女の信仰心の何がいけなかったというんでしょうか。君を一生幸せにするよ。1989年、エレノアに向かい一生の愛を誓ったその男性は彼女の後の夫クリス。二人は約3年の交際の後、この日晴れて結婚することに。エレノアは幼少期から才色兼備で知られており、高校では水泳部のキャプテンを務めていたほか、学年の首席として卒業。看護学校を卒業した後には看護師として多くの同僚や患者から慕われていた人望の厚い女性だったんです。そんな彼女の人となりを作ったのが、幼少から熱心に信仰してきたキリスト教福音派の教え。夫のク
クリスはエレノアと同じアパートに住んでいた住人で、彼も福音派の信者だったことが2人が惹かれ合うきっかけになったんです。クリス、あなたみたいな人と出会えて本当に良かった。頬をあからめて夫クリスに寄り添ったエレノア。学生時代から目立つ存在だったエレノアですが、実のところ恋人ができたのはクリスが初めて。純粋だった彼女は結婚後もクリスを一途に愛し、2人を結びつけた福音派の教えに忠実に暮らしていくんです。別に普通のキリスト教徒なわけでしょ。なんか問題があるわけこれに。福音派の教えに問題があったわけではないんですよ。ただね、エレノアにとっては悪影響となる教えが含まれていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、キリスト教福音派について。福音派はキリスト教の一派で、聖書に書かれているキリスト教の教えを一言一句信じる人々のこと。教会より教皇より何よりも聖書の教えを重んじるのが特徴で、アメリカ人の約 25% が当てはまるとされているんです。旧約聖書創世記に記された産めよ増えよという言葉も福音派にとっては非常に重要な教え。子供は神からの授かり物であって、人が産むかどうかを決めるものではないとされているんです。そして実はこの授かるままに子供を産み育てるという考え方が後にエレノアを苦しめることになるんです。何がいけないの？授かるままに子供を身ごもって産んで、第一子第二子って授かること何が悪いの？この考え方自体はね、どこがダメなのって感じじゃないですか。ですがね、エレノアの考え方を踏まえると、この教えっていうのが彼女にとっては悪影響になってしまっていたんです。壊れてゆく心。クリスとの結婚生活が始まると、エレノアは第1子、第2子、第3子とほとんど1年に1人のペースで次々に出産していきました。そう、彼女は聖書の産めよ増えよの教えに従い、一切否認をせず授かるままに子供を産んでいったんです。そしてそうやって次々に子供を産んでいったことがエレノアの精神を蝕んでいくそもそもの原因でした。ねえお母さん、この本を読んで。膝に乗ってそうせがむ息子に小さくため息を漏らしたエレノア。ただ彼女は一瞬表情を曇らせたものの、次の瞬間には思い直したように笑顔を浮かべます。いいわよ。しかし、ねえ母さんこれ見てよ。母さん、お兄ちゃんがおもちゃ返してくれない。母親のエレノアへ向かい、矢継ぎ早に話しかけてくる兄弟たち。彼女は落ち着いて本を読み聞かせることもままならないんです。しかも一家がこの時暮らしていた場所は小さなキャンピングカー。狭い車内を走り回る子供たちにエレノアは疲れ切っていました。夫の転職で引っ越しを余儀なくされ、もともと住んでいた一軒家を手放した一家。加えて夫は忙しく、家事や子供たちの世話は全てエレノアの仕事。さらにエレノアはアルツハイマーを患う父親の介護も手伝わねばならず、自由時間など夢のまた夢でした。でも私は母親なの、頑張らなくちゃ。そうやって必死に自分を奮い立たせようとするエレノアですが、時間的にも空間的にも余裕のない日々は少しずつ彼女を追い詰めていったんです。子だくさんだっただけじゃなくて、そこにさらにお父さんの介護っていうのも合わさってくると、身一つじゃ足りないんじゃない？さすがにめちゃくちゃ大変じゃない？そうなんです。エレノアはですね、ストレスだらけのこんな生活にね、耐えられる性格の持ち主ではなかったんです。1999年35歳を迎えたエレノアは4人目の息子を出産。さらに子育てに追われるようになった彼女はこの頃からついに異変を見せ始めるんです。どうしたんだい？体調でも悪いのか？どこか様子のおかしいエレノアに向かい心配そうに声をかけた夫クリス。目の前に座るエレノアはうつろな目をして凍えたように震えながら自分の指を噛んでいました。そしてその翌日、エレノア、しっかりしてくれ。病院の廊下で担架と並走しながら慌てた様子で声を上げる夫クリス。そう、エレノアはこの日過量服薬による自殺を図ったんです。実のところエレノアは学生時代から摂食障害を患っていたり、友人に死にたいと漏らすことがあったりと精神に不安定なところがありました。子供たち4人の育児や家事、父親の介護に追われる日々に彼女のその不安定な精神は限界を迎えてしまったんです。結局はこの時エレノアは10日間昏睡状態になったものの、なんとか一命を取り留めることに。しかしその1ヶ月後、何をしてるんだ。夫クリスが目撃したのは浴室で自分の首にナイフを突きつけるエレノアの姿。クリスはエレノアの腕に手をかけ、ゆっくりとそれを下ろさせます。そして次の瞬間、彼女が涙を流しながら発した一言はとても正気とは呼べないものでした。声が聞こえてきたのよ。ナイフを持ってきて自分を刺せて。結局エレノアは2年の間に4回も自ら命を絶とうとして、そのために入退院を繰り返しました。彼女は度重なる出産と育児による余裕のない生活を通し、産後うつや統合失調症など複数の精神疾患を併発するかなり危険な状態となっていたんです。これは今の生活をどうにかするところからやんないと、何か起きても遅くないわよ。夫のね、クリスもそういうね、考え方持ってたんでね、いろいろと対策はしていたみたいなんです。エレノアが何度も
未遂を繰り返すようになると、彼女を案じた夫クリスはヒューストン郊外に一軒家を購入。住環境を改めることでエレノアの生活に少しでもゆとりが出るように計らいました。その環境と薬の効果が出たのか、それからしばらくするとエレノアにも明るさが戻り始めたんです。さあみんな、今日は中世についてのお勉強よ。子供たちが楽しく歴史を学べるように、お城のミニチュアや衣装、小道具まで手作りし、教育により一層力を入れるエレノア。そうやって子供たちと接する彼女はとても幸せそうな顔をするようになっていました。同時に趣味のジョギングや水泳も再開し、エレノアはすっかり元気を取り戻したように見えていました。しかしこの後、平穏な日々を送るようになっていたエレノアの状態をまたしても一変させてしまう出来事が起こるんです。もうこれ以上子供は産まないようにしてください。前みたいな辛い思いはしたくないでしょ。ある時、定期的にエレノアを診察していた精神科医は、元気になった彼女がまた以前の状態に戻ってしまわぬように、そう言って念を押しました。一度病気になったことで自分の限界を思い知ったエレノアは、その言葉に納得したような素振りを見せていたんです。ところがそのわずか2ヶ月後、エレノアは5人目の子供を妊娠。そこから出産に備えて精神病の薬も絶ってしまいます。本当にね、おめでたいことじゃない、身ごもったって。それはおめでたいことなんだけど、お医者さんにも止められたってちょっと無責任なんじゃない？大丈夫？ 5人目のね子供が生まれただけだったらねまだ良かったんですけど、うん、ここにね良くない出来事が重なってしまって、エレノアは再び危険な状態に陥ってしまうんです。悪魔のささやき。5人目の子供を出産すると、案の定エレノアの生活はこれまで以上に忙しくなっていきました。ただ元気を取り戻したエレノアは、そうした育児の忙しさもどうにか乗り越えられるようになっていきました。そう、あの出来事が起こるまでは。2001年3月、ヒューストン郊外のエレノアの自宅にはむせびなく彼女の声が響いていました。実はこの日、エレノアの父親が亡くなったんです。誰しもいつかは通る道とはいえ、長年献身的に父親を介護してきた彼女にとって、それはあまりに衝撃的な出来事だったんです。以来エレノアは再び自傷行為を繰り返すようになり、生まれて間もない末っ子への授乳もおろそかに、育児に忙しい日々に父親の一件が重なり、彼女の精神はまたしても不安定な状態へ追い込まれてしまったんです。そして精神を苛まれる日々の中で、エレノアが拠り所にしたものはやはり聖書。正しいものの望みは喜びをもたらし、悪いものの望みは滅びる。彼女は家事も育児も放り出し、ただ聖書を読みふけることだけに没頭するようになっていくんです。ところでエレノアが信じる聖書では、自ら命を絶つことは殺人と同じであり罪であると記されています。それにもかかわらず、自傷行為を繰り返していたエレノアの行動は一見してその教えに反するもの。しかしそれでも彼女は自分を傷つけなければならない理由があったんです。その日、エレノアは自宅リビングで一人暗い表情を浮かべ頭を抱えていた。お前はダメな母親だ。近頃はそうやって何者かが彼女の脳内に語りかけてくるようになっていた。奴はふとしたタイミングでいつもエレノアの頭の中に現れる。エレノアは髪を振り乱しながら立ち上がった。カメラはどこ？そう、エレノアは家のどこかに監視カメラが仕掛けられており、常に見張られていると感じていた。そして彼女は自分を狙うそいつの正体が分かっていた。このままじゃ私は悪魔に乗っ取られてしまう。聖書の中でキリストは悪魔に何度となく誘惑されながらそれに打ち勝った。しかしエレノアは自分がキリストのような強い心の持ち主ではないことも分かっていた。悪魔を滅ぼすには私がいなくなるしかない。彼女はその考えからこれまで何度も自ら命を絶とうとした。しかしそのどれもがうまくいかなかった。そしてエレノアが怯えているのは、悪魔に乗っ取られつつある自分に育てられた子供たちのこと。いつかある宣教師からもらったニュースレターに、子供の教育は親の責任であると書いてあった。子供が道を間違えたなら正しい道に引き戻すのは親の役目だと。私はダメな母親。子供たちに間違った教育ばかりして良くない方向に導いてしまった。子供たちがこのまま成長すればきっと神に背く不良になってしまうだろう。そして死後は地獄に落ちてその魂を豪華に焼かれてしまう。エレノアはそんな子供たちの未来にそこはかとない不安を覚えていた。ああ、神様、どうすればいいの？エレノアは育児ができない自分っていうのを悪魔に取り憑かれたせいにしてたってこと？そのようなんです。そして彼女はついに間違いを犯してしまう。そしてその間違いにはですね、前兆があったんですけど、誰も止めることはできませんでした。再び不安定な状態に陥ってしまったエレノアを気遣い、夫クリスは自分が留守の間、母親を自宅へ呼び寄せ、エレノアの様子を見るように頼んでいました。そんな日々の中で義母はある不可解な行動をとるエレノアの姿を目撃するんです。エレノア、どうしたの？長く浴室から出てこないエレノアを不審に思い、浴室に顔を覗かせた義母。するとそこではエレノアが水を張った浴槽をじっと見つめていたんです。まさかあなた、また
か？義母は彼女のその姿にエレノアがまた自ら命を絶とうとしているのではないかと直感しました。しかし違います。これは必要なことで非常時に備えていただけなんです。意味のわからない言い訳をするエレノア。この時は義母の止めが入ったこともあり、彼女が何かをしでかすこともなかったんですが、こうして迎えた2001年6月20日、その日の朝は夫クリスが出勤した後、少ししてからエレノアの自宅へ義母がやってくることになっていました。そしてエレノアはその1時間ほどの間に5人の子供たちを次々と浴槽へ沈めていったんです。中でも最も力が強い7歳の長男は浴槽へ押し込もうとした母親に必死でもがいていたのか、その遺体には痛ましい抵抗の跡が残されていました。その後エレノアが子供たちの遺体をベッドに寝かせたのは、悪魔から救われた彼らがせめて安らかに眠れることを願ってのことだったのかもしれません。ほんとショッキングな事件よ。そもそもやっぱりもうお医者さんについててもらわなきゃエレナはダメだったのよ。そうですね。しかもね、悪意なくね、自分の子供を殺めてしまったというのが真実ならね、こんなに悲しいことってないっすよね。取り調べに対しエレノアは至って真剣な様子で次のように語りました。私は2年もの間子供たちを殺す機会を伺っていました。子供たちを悪魔から守るためにはそうするしかなかったんです。悪魔に取り憑かれた自分に育てられた子供たちは正しい道から外れ、いずれは地獄に落ちて豪華に焼かれてしまう、そう思い込んでいたエレノア。そして聖書の中にはクリスチャンとして最も恐ろしいその結末を回避するヒントが記されていました。罪を悔い改め、聖霊によって魂ごと生まれ変わればキリストによる許しがもたらされる。その教えを信じ、悪魔に侵されてしまった子供たちを生まれ変わらせるため、エレノアは彼らの命を奪ってしまったというんです。裁判はエレノアの精神状態を争点に二転三転しましたが、犯行時の心神喪失が認められ、結局は無罪に。以降エレノアは精神科病院に収監されることになり、現在は生前の子供たちのビデオを繰り返し眺めながら穏やかに暮らしているといいます。寝室では子供向けの工芸品を作っては匿名で販売し、産後のメンタルヘルスを支える基金への寄付活動も。このようにエレノアの状態は年々安定してきており、退院の審議を受ける権利も認められているんですが、彼女はその審議も辞退し続けているんです。育児に追われる日々の中で災難が重なり、徐々に精神を病んでいったエレノア。今回の事件はたまたま宗教がきっかけとなっただけで、宗教に関係なく育児のストレスに悩む女性は決して珍しくないんです。最悪の事態を避けるためにも、周囲が気にかけるだけでなく、少しでもおかしいと感じればまずは専門家を頼ることが重要なのではないでしょうか。